ぴょぴょんでいいのか？セクシーで可愛い動物になったニナたちがこの動物園のみんなをご案内するですよ。カメラさん、私たちだけじゃなく動物さんたちの撮影よろしくお願いしますね。ようやく着替えられたぜ。たく、プロデューサーのやつ、メイドの次はウサギとかさ、ほんとどうかしてるんじゃないか？まあまあ、はるちゃんのうさぎちゃん、とても可愛らしかったですよ。むしろ私の方が恥ずかしくて。そうでございますか？みゆお姉さんのトラさんはとっても似合ってたでございますよ。ありがとう、ニナちゃん。みゆさんもさ、嫌なんだったら俺みたくちゃんと嫌だって言った方がいいぜ。プロデューサーすぐ調子に乗るとこあるからさ。はるちゃんも気を使ってくれてありがとうございます。でも大丈夫ですよ。私はプロデューサーさんを信頼していますから。本当に大丈夫かよ。って噂をすりゃ。プロデューサーだ。お疲れ様でございます。プロデューサーさん、お疲れ様です。あら？何か私にご用事でしょうか？明日の…確か別の撮影のリハーサルをするんでしたよね。ご一緒させていただく方は確か…ワンツーワンツー。さあミユ殿、お次は下半身を鍛えるジャンピングスクワット50セットでありますよ。アキちゃん、さっきからずっとエクササイズの運動をしてるけど、これリハーサルにしては過激すぎるんじゃないかしら。ミユ殿、疲れたなら休んでも構いませんが、ここはすでに秋教官が仕切る地獄のエクササイズキャンプ。リハとはいえ最後までやり遂げるまで帰れませんよ。そんな…よいしょ。そう、その調子で頑張るのです。己に打ち勝つのであります。そして勝利を信じるのであります。私少しぐらいは体力に自信あるけれど、でもアキちゃんほどじゃ。ですから今回撮影するエクササイズ教材では私が教官役を務めさせていただく次第なのですよ。ミユ殿、いえミユ訓練兵。いやー、本当にプロデューサー殿は敬願でありますな。私が教官役、ミユ殿を新米訓練兵としたビデオ教材の企画とは、これは大ヒット間違いなしであります。そうですね。プロデューサーさんはいつも私たちのことをよく見てくれてるから。まったくでありますな。そしてミユ訓練兵、ミッション達成おめでとうであります。
ありがとうございます、秋教官。では次はツイスト腹筋100セットのリハーサルでありますよ。共に際どいラインを攻め抜きましょう。ブンブンブあざまーす。スウィーティーなお言葉に甘えて、今あるテーブルの料理お腹に片付けちゃいまーすね、みゆちゃん。シンさんと2人で食レポだなんて、なんだかお仕事ということを忘れてしまいそうです。ハートもみゆちゃんと一緒のお仕事すっごーく楽しいぞ。料理に合う地元のお酒しみるーって感じだし。でもそういえばみゆちゃんさ、最近お仕事増えて忙しいみたいじゃん。いろんな撮影したり即興劇したり、ライブも近いしさ。大丈夫？疲れてない？顔色は悪くないな。はい。プロデューサーさんが私の体調にすごく気を使ってくれていて、ハードなお仕事の後は筋肉が痛まないように整体の方をつけてくださったり、私なんかがこうしてアイドルとして活動させてもらっているのは本当にプロデューサーさんのおかげです。ならいいけどさ、きつかったらいつでも代わりは任せろ。ハートはエブリでお仕事に飢えてっから。シンさんも心配してくれてありがとうございます。そうですね、まだ食レポの途中ですし、ライブの前ですし、お酒は控えめにしておきますね。みゆちゃんスイッチ入るとめんどくせえからな。プロデューサーには見せられないよな。もうシンさん、大きな声で言わないでください。スタッフさんにまで笑われちゃってるじゃないですか。ただの OL だったほんの少し前までは全く縁がないと思っていたアイドルという職業。親に判断を任せたり友達を頼ったりすることなく、ためらいながらも飛び込んだその先に待っていたのは、はい、それじゃあプロデューサーさん、行ってきますね。はい、プロデューサーさん、見守っていてください。私のステージをいつものように温かなその眼差しで。ためらいながら歩み始めた新しい人生。それはただ流されるままに生きていた頃とは比べ物にならないほど楽しくて充実しています。この私があんなにもたくさんのファンの皆さんの前で自分の歌を披露して拍手をいただいて、以前なんて自己紹介すらうまくできなかったのに。今から自己紹介してほしい？本当にやらなくちゃダメ？それじゃあ、私は、じゃあ、
なくて、私、三船美優でちゅ。プロフィールは2月25日生まれの6歳。出身は岩手で、恥ずかしい。まだやらなくちゃダメですか、ニナお母さん。はーい。みゆちゃん、自己紹介上手にできましたでございます。ニナママがいい子してあげるですよ。ありがとうございます、ニナお母さん。それじゃ次は歯を磨くですよ。きちんとできるかどうかママが見ててあげるです。おままごととはいえ、この年で6歳なんて。あら、プロデューサプロデューサーさん。いつから見てらしたんですか？全部見られて。これはそのですね、おままごとで。今日はみゆお姉さんがママじゃなくてニナがママ役なのでございます。いっへん。お、そうでございます。プロデューサーもパパになってニナママと一緒にみゆちゃんの面倒を見るでございますよ。ニナちゃん、ちょっと待って、それは。ってプロデューサーさん、どちらに行くんですか？ちょっと待ってください。その企画って何ですか？プロデューサーさん、プロデューサーさん。次は鬼ごっこでやがりますね。ニナも混ぜるで時にはこんな風に恥ずかしい思いをすることもありますが、そんな記憶すらも後で思い返せば不思議とおかしくて。アイドルの同僚の皆さん、スタッフさん、ファンの皆さん、たくさんのいい出会いを導いてくれたこと、本当に感謝するばかりです。でもまさか、このすぐ後にあんな事件が起きるだなんて。あれ？お電話でございますよ、プロデューサー。事務所の内線みたいですね。今の電話、ニナちゃんのお母さんからだったんですね、プロデューサーさん。今日はニナのママが早めに帰ってくるでございます。やったよかったですね、ニナちゃん。あら、私の携帯にも電話が。ちょっとだけ失礼しますね。聞いてください、プロデューサー。みんなお家に帰ったらママとたくさん遊んでいっぱいご飯食べるんだ。本当でございますか？ありがとうございますよ。本当ですか？お母さん。
お電話おしまいですか？どうしたで上がります？来るって母が私の母がです。故郷の岩手で主婦をしているんですが、この頃は私お仕事も忙しくてあまり里帰りもしていなかったんですが、そうしたら来るって様子を見に今電話で。わあ、みゆお姉さん、ママに会えるでございますか。よかったで上がりますね。どうしましょう、プロデューサーさん。アイドルをしていること母に知られてしまいました。いえ、それは転職したことはそれとなく両親に伝えていたんですが、でもこの年でアイドルデビューするなんてどうしてもはっきり言えなかったんです。だって恥ずかしすぎて。そうで上がります。みゆお姉さんは立派なアイドルでございますかでももしかしたらアイドルを辞めさせるとか故郷に帰らせようとしているのかもとかどうしても考えてしまって不安でいっぱいに。プロデューサーさん、ありがとうございます。そう言っていただけると心強いです。まずは話をしてきますね。勇気を持って。プロデューサーと手をつないでお家に帰るです。バイバーイ。プロデューサーさん、私も一緒にニナちゃんを送りますから、まだ一人にしないでください。はい。お母さん、あまりお変わりないみたいで。お母さん、やっぱり怒ってますか？ごめんなさい。何度も打ち明けようと思っていたんですけれど。それ、この前出た私の CD に、写真集。そんなにたくさん見られて。
私、ああ、プロデューサーさん。今日は別のお仕事でお忙しかったんじゃ。そうだったんですか。でも、プロデューサーさん、その後わざわざ、ここまで来てくれて。ありがとうございます。プロデューサーさんのお顔を見たおかげで、もう、落ち着きましたから。お世話になっている、プロデューサーさんです。人生につまずいて、うずくまっていた私は、見つけてくれて。そして、変えてくれた人です。あ、お母さん。黙ってアイドルになったことは謝ります。でも、私、流されているわけではありませんから。他でもない、プロデューサーさんのおかげで、私は、初めて、自分の人生において、輝きというものを手にできたような気がしているんです。だから、お願いします。生まれて、初めてのわがままです。お母さん。私にアイドルを、続けさせてください。え？本当ですか？お母さん。ありがとうございます。よかった。あれ？でも、お母さん。それじゃあ、さっきはどうして、怒ってもいいかしらなんて、言って。私のデビューの時なんて、そんなの、もし見られていたら、プロデューサーさん、もしかして。わー、これがみゆお姉さんの最初のステージでございますか。お客さんは少ねえけど、すっげえガチガチだな。見てるだけの俺にまで緊張が伝わってくるぜ。
おばさん。これ映像だから応援しても伝わらねえと思うぜ。って聞こえてないか。もう、プロデューサーさん、資料用の映像をお母さんに見せるなんて。しかも、どうして事務所で。確かに、そうでしたけど。プロダクションの資料庫ってすげえんだな。未編集とはいえ俺らのライブの映像や音源がほとんど残ってんのかよ。いらねえよ、消してくれ。特にこないだのあれとか。そうですよ、プロデューサーさん。私のもすぐに消してもらえませんか？もう、お母さん。見てください。昔のみゆお姉さん、泣いちまってやがれますよ。ああ、デビューの時の最後の挨拶な。アリスとかボロボロだったよな。みゆお姉さんのママも泣いちゃってボロボロだ。じゃあ、ニナママが慰めてあげるでございますよ。いいかいいか。もう、恥ずかしすぎて、私も泣きたいですよ。いえ、この場でいっそ、埋めてください。ふむふむ。みゆ殿のお母上は大変満足してご実家にお帰りになられたでありますか。それは何よりであります。まあ、そっちは良かったけど、みゆちゃんはお先に癒しを求めてこのありさまと。もう、プロデューサー賞は、本当にしょうがないんだから。みゆ殿、泣き上手だったのでありますな。意外というか、想定内というか。うわあ、完璧にスイッチ入っちゃって。でも、今日はハートは知らねえぞ。プロデューサー、ちゃんと面倒見てやれよな。もう、プロデューサーじゃ、私の話、聞いてくれます？こっち見てください。ですね、プロデューサー賞はもう、本当にもう、いつも、しょうがない人、なんですから、私こそ、ごめんなさい。でも、私、しょうがない人に弱いみたいで。それにですね。今日、私が困っていた時に来てくれて、本当に嬉しかったですよ。はい、プロデューサーさん。これからも頼らせて、私のこと面倒見てくださいね。